はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。秘宝、オーノマンの愛車、タイヤがパンクするの巻。先日私はガソリンスタンドにて給油をしました。基本私はガソリンの残量が半分くらいになったら入れるようにしています。その理由としては残量にビビりながら車を運転したくないし、あとは緊急で夜逃げすることになるかもしれないし、またはもし災害が起きた際に慌てたくないからです。この日私は給油のついでにタイヤの空気圧もチェックしました。私は夏も冬もタイヤの空気圧とホイールのナットの締め付けをたまに確認します。偉いでしょ？そしたらですね、タイヤに空気入れしていたら残りの1本のタイヤがなんかおかしいの。普通タイヤのバルブに空気入れのソケットをはめた瞬間、プシュッって音がするじゃないですか。それがないの。何回抜き差ししてもそのプシュッが起こらないの。変に思った私はガソリンスタンドの店員さんにその空気入れ自体を見てもらいました。そしたら店員さんが「お客さん、タイヤパンクしてますよ」と言いました。私は愕然としました。確かに家を出てからタイヤの動きに違和感がありました。その時の写真がこちらになります。右側がパンクしたタイヤです。決して扁平率5ではありません。ちなみにパンクした箇所は一発で分かりました。タイヤが路面に接する面ではなくて側面でした。明らかな亀裂をスタンドの店員さんと確認しました。私の車に履かせていた冬タイヤは皆さんご存知のグリップマックスという中国製のタイヤになります。だから私は中国製のタイヤだからですかとスタンドの店員さんに尋ねました。でも国内外問わず乗用車に使われているラジアルタイヤは横の面が弱いとスタンドの店員さんは言ってました。いくら中国製とはいえまだ買って2シーズン目のパンクははっきり言ってショックです。今回のタイヤの亀裂の原因が何なのかは分かりません。いたずらなのか。ただ少し前に車で出かけた時、この春先特有の道路にできたアスファルトの剥がれた大きな穴に結構な勢いでガコンと落ちたのは事実です。もしかしたらそれが原因かもしれません。その後私は今いるガソリンスタンドから少し離れたところにあるカー用品店に向かいました。ゆっくり走りながら。ちなみにそのスタンドには冬タイヤの在庫はありませんでした。私はカー用品店に着くと店員さんに事情を説明しました。ところが問題発生。なんと私の車のタイヤサイズの在庫がそのカー用品店にはなかったのです。私が乗っているスズキスイフトスポーツのタイヤサイズは19545の17インチで、車の中ではあまり使われていないタイヤサイズなんですよ。車買ったらすぐ施工、白山50。カー用品店の店員さんがタイヤはどこのメーカーですか？希望はありますか？と私に聞いてきました。私は恥ずかしそうに中国製なんですよと答えると、店員さんは私から目をそらしました。カー用品店に中国製のタイヤなんてあるわけがない。私はどこのメーカーでも良いと店員さんに伝えました。ただ春先の今、時期的にはスタッドレスタイヤが終わりで、メーカー自体も在庫を持っていないようなんですよ。そして店内で待つこと十数分、ようやく今日中に手に入るタイヤが見つかりました。そのタイヤは横浜タイヤのアイスガード8になります。ちなみにアイスガード8は今シーズン新発売となったばかりの商品になります。その結果かかった費用はタイヤ4本分とタイヤ交換、あとタイヤの組み替え、バランス調整、あと冬タイヤの処分などでトータルで16万6600円となりました。パンクは1本だけなんだから1本だけ買えばよかったのでは
と思う方もいるかもしれません。もともと使っていたタイヤがアイスガード8なら1本だけの購入で良いと思います。ただ私が使っていたタイヤは怪しい中国製。一般的にはいろんな種類のタイヤを同時に履かせるのは走行には良くないとは言われてます。実際のところどこまで走りに影響が出るのかは分かりませんが、いやー、それにしてもこの時期の無職になってしまったこの時期の16万円の出費は痛い。ちなみにアイスガード8のタイヤ1本の値段は38,700円。最新のアイスガード8、そしてあまりないタイヤサイズ、これが高いのか安いのかは私には分かりません。もうね、お店のいいねですね。ちなみにそれまで私が使っていたグリップマックスの値段は33,000円でした。4本で、しかも送料込みで1本の値段は8,250円になります。安物買いの銭失いとは思いたくありませんが、ショックです。さすがに現在無職の私に16万円の1回払いは無理なので、5回の分割払いで買いました。今後私の仕事関係が微妙なので本当は手数料払いたくないんですけども、分割払いで買いました。とりあえず今度のタイヤは溝があろうがなかろうが最低10年は使いたいですね。本当車にはお金がかかります。ちなみについでに申し上げますと、私が使っていたそのグリップマックスは楽天市場で購入しました。知ってましたか？今タイヤってネットで買えるんですよ。自宅にタイヤを配送されても困ると思うかもしれませんが、配送先はガソリンスタンドや車屋さんを指定できるんですよ。もちろんタイヤ交換の料金はかかりますが、自分で決めた日時に自分で決めた場所に行けば楽天からタイヤがそこに届けられてタイヤ交換してもらえます。今やタイヤの購入はカー用品店だけの時代じゃないんですよ。やはりネットだと安く買えます。ただし今回は緊急事態だったので実店舗で買いました。今後皆さんもタイヤ購入の際はネットでの購入も視野に入れてみてはいかがでしょうか。そうついでにグリップマックスの走行性能はどうだったのかと参考までに言いますと、普通です。普通に雪道は走れます。私のスイフトスポーツは FF です。交差点でのスタートダッシュは四駆の軽自動車には負けてしまいますが、雪道も上りの坂道もグリップマックスで普通に走ることはできました。ただ安心感はないかな。ブラックアイスバーンだとこのタイヤでは怖かった。私は今年の1月まで派遣の仕事で毎日車用車を運転していました。その車のタイヤはブリヂストンの3年前に製造されたブリザクでしたが、安心感しかなかった。結果としてそのブリザクに負けず劣らずのアイスガード8を購入したことになったので、今後の雪道の安心感が得られる機会になったと私は思ってます。ということで本日の動画は以上です。もしこんな無職なのにタイヤがパンクしてしまった中年男性に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。